in the background of so-called Iris Mona Lisa, a photographic picture of the panoramic view of Mars is directly projected. The panoramic view in Iris Mona Lisa matches photographs taken by American Mars Spirit rover. But that isn't the only thing. On the left side of Iris Mona Lisa is a strange object that appears to be trees on Mars. That's right. They are trees. This also matches a photograph taken by American Mars rover. They are just photographs. It's not a painting. It's a photograph. The evidence and proof will be available to you soon after this, but before that, Iris Mona Lisa has something even more amazing. They are mysterious straight line group. Dozens of straight lines are lined up in parallel. However, if that were all, it would be just a group of straight lines. So, why did Leonardo draw a group of straight lines in such a place? Please have a look at them carefully. They are not canvas lines often seen in paintings. A group of straight lines that are clearly intentionally drawn. However, I was familiar with this group of straight lines. They are canals, the grand canals on Mars. Moreover, the grand canals on Mars was discovered by chance when I, Hiroshi, was examining photographs of Mars around 2017. Dozens of canals with a width of about 1 kilometer are lined up in parallel. It is often said that nature does not make a straight line, but when there are dozens of such straight lines in parallel, they are no longer a product of nature. So, compare by yourself the grand canals of Mars that I discovered and the straight lines in Iris Mona Lisa. These two are very similar, or more than that, they are exactly the same. So, I decided that the straight lines depicted in Iris Mona Lisa are the grand canals on Mars. Yes, they are canals, the grand canals on Mars. In Iris Mona Lisa, a panoramic view of the land of Mars, along with the trees that grow on Mars, the grand canals that remain on Mars are also photographed. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. アイルワースのモナリザの絵の背景には火星のパノラマ風景の写真がそのまま写し込まれていました。アメリカの火星探査機のマーススピリットローバーが火星で撮ってきた写真と一致しましたが、それだけではありませんでした。アイルワースのモナリザの左側には火星の樹木と思われる奇妙な物体が描き込まれていました。そうです。樹木です。これもまたアメリカの火星探査機が火星上空で撮ってきた写真と一致しました。それらはまさに写真です。絵画ではありません。写真です。その証拠と証明はこれから皆さんにご覧いただきますが、その前にアイルワースのモナリザにはさらに驚くべきものが写し込まれていました。謎の直線群です。謎の直線群です。何十本もの直線が平行に並んでいますが、それだけだったらただの直線群ということになります。となるとダヴィンチはなぜこんなところに直線群を
書いたのでしょうか。注意深くご覧ください。絵画によく見られるキャンバスラインではありません。明らかに意図的に書かれた直線群ですが、私はこの直線群には見覚えがありました。運河です。火星の大運河です。しかもその火星の大運河は、私林博が2017年頃火星の写真を調べている時に偶然発見したものです。幅 1km 前後の運河が平行に何十本も並んでいます。よく自然は直線を作らないと言われていますが、しかしそうした直線が何十本も並んでいると、それらはもう自然の産物とは言えません。で、私が発見した火星の大運河とアイルワースのモナリザの絵の中の直線群を皆さん自身で見比べてみてください。これら両者は大変よく似ています。それらは似ているというより同じです。全く同じです。つまり私はアイルワースのモナリザの絵の中に描かれている直線群は火星の大運河であると判断しました。大運河です。火星の大運河です。アイルワースのモナリザの絵の中には火星の大地のパノラマ風景、火星に生える樹木と並んで火星に残る大運河が写真として写し込まれていたのです。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan。もう一度最初から画面を見ながら説明します。アイルワースのモナリザです。で、アイルワースの向かって左側の今白い枠で囲った部分を拡大し調べてみます。何かがあるということになりますが、何であるかは分かりません。で、この辺りを調べてみます。絵画というよりも写真のように精緻に書かれているのが分かります。これは何かということですけども、ここだけでは分かりませんが、ともかくも何かが書かれているということですね。つまりアイルワースのモナリザの絵の中にはこうした、謎めいたという言いますか、理解できないようなものがたくさん書かれているということです。で、もう一度このアイルワースの左側の部分を見てください。この絵画のこの部分のこの下の方です。これだけでは何が書いてあるか分かりません。そこで私はこれを拡大し明度を上げてみました。するとここにはですね、左右に走る、並行して走る直線群が描かれているのが分かりました。で、当初私はこれはですね、キャンバスラインではないかと思いました。アイルワースのモナリザは布キャンバスに描かれています。ですから布のラインがこのような形で現れているのではないかと思いましたが、よく見ると布キャンバス特有のいわゆるキャンバスラインではないことが分かります。
ライン一本一本にはですね、影まで陰影までつけてあります。で、私はこれらのラインをですね、意図的に書かれたラインであると判断しました。直線群です。直線のラインが並行して描かれているのがわかりますが、私はこのラインに見覚えがありました。そのラインに皆さんを案内します。火星の表面です。そしてこの火星のこの辺りですね、よーく見てください。やや左上から右下に無数の縦線が走っているのがわかります。注意深くご覧ください。で、今度はですね、Google 特有の技術ラインかというふうにも考えられますけども、このラインはですね、途中で途切れ、なおかつ、起伏のある大地をですね、横切っているのがわかります。つまり、Google 特有の技術ラインではないことがわかります。つまり、これらのラインをですね、火星の私は大運河であると判断しました。後で詳しく説明しますが、このラインの幅はですね、約 1km です。で、もう一度、皆さん自身の目でしっかりと確認してください。緯度経度はここに示しておきます。このライン群は、私、林博がですね、2017年頃、火星の大地を調べているときに発見したものです。で、このライン、見てください。拡大してみます。すると、このようなラインがですね、火星の大地に走っているのがわかります。自然にできたラインとは考えられません。自然は直線を作らないとは言いますが、直線的な、場所っていうのはあるわけですね。しかし、これだけ直線がですね、何十も重なっているというのはですね、もう自然のなせる、産物ではないということですね。つまり、人為的にこのような運河が引かれたということになります。そして、左のアイルワースのラインと比較してみてください。右が実際、現在、皆さんがですね、Google Earth の火星上で見られるラインということになります。この両者は酷似しているというよりも、私は同じであると判断しました。つまり、アイルワースの左の直線はですね、どうやら火星のこの辺りの場所をですね、絵画化したものであるということが、これで分かりました。
One day, you humans will come to discover this fact. The time when you know this fact will come. Someday, far, far future. Far ahead, far, far future. Your descendants and their descendants and their descendants and their descendants. The time will come when your descendants will leave this earth and jump into space. Then you humans will know this fact. Then you humans will find the number 51 in this picture. 51, in another word, in the Jewish gematria, that stands for Mars. You will know what the number means. For that time, I write the number 51 here in this picture. For that time, I draw the panoramic view of Mars in this picture. Distant, ancient times, Mars also had air and water. There were rich rivers and lakes. Under the white clouds was the sea. In the green forest, thick trees grow. Countless animals lived every day. I keep it as a record in this picture. You will see them in this picture. In other words, that is the time when you humans learn that this panoramic view is a Martian landscape. When you learn that this view is an ancient Martian landscape, then you humans will know what I was. You will also know who I was and where I came from. And at the same time, you humans will know what you are. You humans will know who you are and where you came from. You humans, you are my son and daughter. Someday you humans will know this fact. Oh, in this picture, the one you may call now Mona Lisa. In other words, Mona Lisa is an anagram of Mars and the eternal god Ion. In this picture of Mona Lisa that combines two names, Mars and Ion. When you humans discover this fact, when you humans know this fact, someday, far, far future, you humans will know that you humans have not been alone. You realize that I have been always near humans with you. You humans will always be my son and daughter. In the name of Ion, the eternal god of Mars, you humans are my son and daughter forever and ever.